はい、皆さんこんにちは、MG です。はい、こんにちは、なおくんです。はい、ということで今回から戦いドリームチームを始めるわけなんですけど、まず最初何すればいいですか？ゲームはダウンロードするっていうのがまずあるんですけど、じゃあ、今日はチュートリアルをやっていきたいなと思っていて、結構いろいろチュートリアルが終わって、終わった後も結構いろいろやることがあったりするので、そこから一旦やっていこうかなと思うので、早くガチャ引きたいですね。ああ、そうわかる。ソシャゲとね、ゲームといえばねガチャですからね。はい、っていうところで、ちゃんとやっていければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあこちらがチュートリアルの画面となっております。で、この画面下の実際の試合の画面なんですけど、ここで割といろいろなその操作方法とかが学べるので、ここは丁寧にやっていってください。はい、さなえちゃんがアシストしてくれるので。で、このゲームはフィールド操作とマッチアップの操作っていうのが2つあるんですけど、まずは多分フィールド操作から教えてくれると思います。はい。で、そうですね、ここが基本的にオートで進行していくんですけども、画面をタップするとかでパスが出せるようになったりするので、多分この後パスの説明に入ってくると思います。はい。はい、サッカーの基本ですね。じゃあその翼くんとのゴールデンコンビの美咲くんから、東邦が誇るエースストライカー日向へのパスをつないでみてください。やってみます。おい。で、パスを出したい日向くんをタップすると美咲からパスが通ります。ナイスパス。で、パスはそうですね、さっきこのさなえちゃんが言う通りに空いたスペースにも出すことができるので出してみてください。はい。例えば翼くんの相手です。翼くんと、相手選手の間に空いたスペースに翼くんにパスを出すって感じですね。はい。で、パスはそうですね、ピッチ上のどこにでも出せるので覚えておいてください。で、次がドリブル。ドリブルはこの通りに、選手をタップしながら移動したいところまで指で動かしてください。はい。じゃあ実際にやってみましょう。わかりやすい。わかりやすい。で、これ実際にこの試合画面の時は相手選手も味方選手もいろいろと動いているので、こういうふうに落ち着いてプレーとかできないんですけど、今チュートリアルなんで相手選手が止まってます。そうなんですね。そうです。で、カルツくんですね。ドリームマッチでもおなじみの仕事師カルツくんとマッチアップしました。はい。ドイツが誇る仕事師ですね。爪楊枝を加えながらいつもサッカーをしているカルツくんとマッチアップしました。はい。で、さっき言ったように、フィールドの操作画面とマッチアップ画面で、これがマッチアップ画面になっています。はい。で、そう属性があるんですよね。自分が技属性で即属性と。で、相性があって、今回のケースで言ったら翼くんが技でカルツが即なんで、翼くんの方が属性が有利に働くっていう形になってます。で、マッチアップした際には必殺技と、各種通常のコマンドを選ぶことができて、で、例えば今、オフェンス側で翼くんがマッチアップしているのでドリブルパスワンツーシュートっていう風になってるんですけど、逆にディフェンス側だったらカルツくんの方に出ている通りタックルパスカットブロックっていうのが出ていたりして、あとは浮き球の状況とかっていうところでいろいろその選択できるコマンドは変わってきます。で、その上の、パラメータ数値がコマンドのパラメータになっていて、この翼くんでいうとドリブルが6413なので一番高いっていう形ですね。で、相手選手の、タックルの下に書いてある499とかがその相手選手のそのタックルのコマンドのパラメータになっております。で、そうですね、スタミナがあって、そのスタミナを消費することで各コマンドが選択することができます。で、通常コマンドに関してはスタミナがなくなったり足りなくなっても、発動することはできる、使うことはできるんですけど必殺技は使えないです。で、通常コマンドに関しては、選択はできるけど弱くなってしまうからスタミナ管理には気をつけていただければと思います。はい、わかりました。そうですね。で、コマンドにも相性があって、翼くんはドリブルが高いんですけど、相手例えばカルツにタックルをした時には若干不利になってしまうみたいなものがあります。で、コマンドの上にそれに対抗するコマンドが表示されているっていうところで、ドリブルに対してタックルを選択されてしまうと不利だよっていう感じですね。で、パスワンツーに関してはパスカットが不利で、シュートはブロックが不利になってしまう。で、これで終わりよとさなえちゃんが言ってくれたので、じゃあ翼くん能力が一番高いドリブルでまずはカルツを抜いてみましょうというところですね。なるほど、この画面だけでも結構深いですね。そうですね。なんで相手が何発動するかなとか、相手のパラメーター、例えばパスカットが高いからドリブルで抜こうとか、でそれを見越して逆にディフェンスがタックルをするとかっていうような読み合いになってくるんじゃないかなと思います。じゃあまずはドリブルを選んでみましょう。はい。するとブロックを選択したんで読み勝ったしパラメーターも高かったので華麗に抜き去ると。相手のブロックをかわして、さあスペースが空いた。さあ相手はあれですね、イタリアが誇るゴールキーパージノ・ヘルナンデスっていうところなんですけど、ここでコマンドでシュートっていうのがあったんですけど、これフィールド操作でもシュートをすることが
できます。でシュートを打つ時って通常のシュートもそうなんですけど、それとは別に必殺シュートを打つこともできるので、今回は必殺シュートを打ってみましょう。で翼くんといえばやっぱドライブシュートなんでね、はい、打ってみましょう。で、キャプテン翼の戦いドリームチームは割と必殺技のこの演出とかも結構こだわっていて、こう今みたいなかっこいいシュートになっています。でドライブシュートなんでこう急降下するっていうシュートで、ジュノ・ヘルナンデスの黄金の右腕を華麗に突破していけ、1対0で先制していくという形になってます。いや演出が素晴らしい。演出めちゃかっこいいですね。でまた相手のボールからキックオフというところでシュナイダー君にボールが渡って、さあゴール決まると普通のサッカーと同じ相手ボールから試合がスタートして、で今ボール取ったんですけど、そうですね、パスカットそうですねできましたね。でパスとかシュートをこのフィールド操作で行った時に、その軌道上に選手がいると自動でパスカットとかブロックとかをしてくれます。なるほど。逆にその相手のパスのパラメーターが高かったりとか、逆に必殺パスとか必殺技のパスとかで、の場合は自分のパラメーターが足りずにパスカットできないっていうところとかも、あとブロックできないっていうところとかもあるので、そこは、注意っていうよりも、そういうことがあるよっていう感じですね。はい、わかりました。でこれ全力サッカーが結構このゲームの鍵を握るポイントで、はい、これちょっと次に進めていただくと、全力サッカー発動中はクリティカルっていうのがあって、クリティカルを発動するとパラメータが少し上がったりするんですよね、そのコマンド選択に限って。で、ここに書いてある通り、その全力ゲージ、全力サッカーを発動するためのこの今の右下のちょっと溜まっているやつですね、得点したりとか失点したりとか、そのマッチアップで勝ったり負けたりっていうとか、試合中のいろいろな行動で、あとは時間とかの時間経過とかで溜まっていく感じになってます。ほい、負けている時ほど溜まりやすいらしいです。あ、そうなんですね。諦めです。最後まで。わかりました。はい。クリティカル説明ありましたね。はい。大中小でしたね。はい。大中小。虹と金と銀色みたいな感じになってます。はい。戦術ボタン。いや、フォーメーションの動き方ですね。はい。試合の状況に、そうですね。本当に上手いプレイヤーさんとかは本当ここの使い分けがめちゃめちゃうまいので、こことかはぜひいろいろ試してみてもらえればと思います。はい。ほい。で試合の操作モードですね。でこれは、対 CPU と戦っている時のみなんですけども、マニュアル自分で操作するセミオートは、マッチアップだけ自分で操作する、さっきのマッチアップなんですね。フィールド操作は、自動でやってくれる。でオートだと完全オートですね。でそうオートとセミオートだと試合の速度を速くすることができて、はい、結構速くなりますので、周回をしたいとかっていう時はオートで、倍速速くするみたいなのが結構いいんじゃないかなと思います。はい、っていうのが結構多分情報量めちゃめちゃ多かったと思うんですけど、一旦こんな感じなんで、でもやれば本当に慣れるゲームなので、めちゃくちゃ深いですね、これは。そうですね、やればやるほど本当にいろいろさっき言ったポジショニングもそうだし、選手だけではなくて本当にプレイスキルとかが結構出てくるゲームなので、いろいろと試してもらえればと思います。はい、チュートリアルは終わり。はい、戻ってきました。ホーム画面に戻ってきてまいりました。はい。で試合を勝つためにはもちろんチームを強くしないと勝てないというところで、おっしゃる通りです。はい。じゃあ早速やっていきましょうか。ガチャンやるんですね。はい。これは何回も引けるやつ。そう。最初夢玉が本当はガチャを回すためには今夢玉であったりとか、あとは今コインで回されるガチャとかもあるんですけど、結構強い選手を手に入れるためには夢玉が必要なんですけど、今回は無料でリトライガチャを引くことができるというサナイちゃん大盤振る舞い。はい。でこれ何回でもリトライできるんで、はい、ちょっと一回何回かリトライしてみましょうか。はい、やってみます。でこのガチャの演出、鳥が今3羽飛んでて、このシュートっていうこれが金色だったりとか、であとここのキャプテン翼って書いてあるフェンスとかのあれとかで結構その SSR が出るとか、一番最高のレアリティの選手が出る確率とか分かったりするので、ここの演出も一つのガチャの見どころではありますね。なるほど。これをスワイプするといきます。ほい。これ美咲くん、これワールドユースの美咲くんと翼くんのシュートの演出ですね。でこのカットインとかが誰だと熱いとか、でここに最後に出てきたロベルトが女の子とかとかだとなんか熱いよねとか、ロベルトだったらどうだろうねみたいなのがあります。おジェンティーレ、イタリアが誇る鉄壁のダンディーですね。これはどうなんだ。これは一旦リセットしてもいいんじゃないでしょうか。一旦リセット。はい、一旦リセットしましょう。一旦リセット。この選手ももちろん強いんですけど、一旦リセットしましょう。わかりました。いっぱい見たいんでね。そうですね。何回でもリセットします。じゃあもうでなんで本当に例えばお気に入りの選手でもいいですし、なんか割と
強い選手でもいいですし、ポジションとかを指定してそれが出るまでやるとかでもいいと思います。でリトライしちゃうとこのジェンティール君は、獲得できなくなります。ただし、また、ガチャを回してやっぱこの選手が良かったなってなってもリトライするとまた出てくるので。なるほど。じゃもう一回やるかもしれない。もう一回やるかもしれないです。わかりました。じゃあもう一回やります。お願いします。っていう形ですね。青い信号ですね。青い信号のこれはアジア予選かな。でこれ表示切り替えっていうのを押してもらえると、その選手がどんな必殺技を持っていてどんなチームスキルを持っていてどんな特技を持っているかっていうのが分かるようになるので、こことかを切り替えてなんかいろいろと見てもらえればと思います。で青い信号はちょっとリセットでいいんじゃないですかね。わかりました。リセットします。ってことはクリスマンオランダの攻撃の起点ですね。これはオランダってそのオランダのトータルフットボールって必殺技表示切り替えしてもらえばあるんですけど、そう右下にあるんですけど威力が高いんですけど、オランダ選手みんな集めなきゃいけないっていう結構指定のオランダ選手いっぱい集めなきゃいけないっていう難しいところがあるのでちょっとこれリセットしましょう。わかりました。ピエールはまあまあですね。まあまあいいんです。ちょっと一旦多分フォワードを手に入れるっていうのは序盤のそのシナリオ攻略とかで結構大事だったりするので、ただちょっと惜しいのがスライダーキャノンシュートなんで、ナポレオン君がいないと打てないんですよ。条件があるんですね。そう条件があるんで、序盤だとでしかも特技コンビネーションナポレオンって書いてナポレオンがいると強くなるよっていう感じなんで。ナポレオン必須ですね。そう必須なんでちょっと一回リセットしましょう。多分これいくらでもあれできるんで止まんない。編集でねいくらでも自覚できるんで。これね僕がそのリトライガチャで今までずっと新しく始めてみて一番当たりだと思いますこの選手は。終了ここでこれ終了でいいんじゃないかな。ちょっと表示切り替えで必殺技見てもらえるとオーロラカットってパスカットの技なんですけど、結構ディフェンシブなレビンのレビン君なんですけど自動パスカットっていうのが結構今強くて、さっき言ったフィールドパスカットあったじゃないですか、チュートリアルでも出た普通のさっきパスカットだったんですけど、そのパスカットが必殺技になるっていうなかなか強力な特技を持っているので。これは OK なんじゃないでしょうか。じゃあ初ゲットはレビンというところで、じゃあ早速チームに入れてみましょう。中学選抜みたいな感じですねみんな。でさっきのレビン君を押しながらに離すと入れ替えると入れ替わりました。チーム戦力超アップですね。上がりましたね。でタップして背番号をタップでキャプテン2名。これでチーム編成バッチリで、キャプテンに設定すると、このシナリオをシェアするっていう機能があってその時に使うチームスキルを、指定することができたりするので今後慣れてくるといろいろそういうシェアをするとかそのシェアされたシナリオを一緒に挑戦する一緒にっていうのもそのチームスキルを一緒に共有するみたいなことが出てきて、そういうところでも強いチームスキルを持つ選手をキャプテンにしたりとか、例えば自分の好きな選手をキャプテンにするとかでもいいんですけど、じゃああなたの名前とチーム名これナオくんとかなんじゃないですか。ナオくんでいいですかね。でチーム名も多分チーム名いいですね。なんか好きな感じで FC 何にします？じゃあ英語で。ちょっとかっこいいですね。かっこいいですね。FC ナオで OK を押すと素敵な名前。さすが。ちゃんと褒めてくれる。まだそのランクが3になるまではリーグが開放されなかったりするので、まずはシナリオっていうところがおすすめなのかなと思います。でチャレンジミッションこれめっちゃ大事です。いろいろなゲームの機能にトライしながら、そのゲームの進み方に慣れてもらいながら報酬がもらえるっていう。じゃあ最初はバンバンもらえる。そうですね。ここのミッションを達成するのを最初に目的としてもらってもいいかなと思います。ここからもう放り出されたわけなんですけど、そうですね。じゃあ何をすればいいんだっていうところからちょっと一緒にやっていきましょう。でまずはプレゼントを見てもらえればと思うんですけど40溜まってて今いろいろな時期によっての特別なログインボーナスがあったりとかチュートリアルログインボーナスとかかな最初の新人応援ログインボーナスみたいなのがあったりしてそれ初日に夢玉50個もらえたりするんでそことかをまず受け取るところから始めようかなと思います。これ一括受け取りすると1個受け取らずにそうです93個とあと注目なのが
美咲くんと翼くんが、はい、配布でもらえます。すごい。でこの美咲くんに関しては、中盤ぐらいまでだったら割と使えるかなっていう感じで、ちょっと翼くんはもう一息かなっていう感じなんですけど、美咲くんは割と使えたりするので、チュートリアルガチャでもし美咲くんがめっちゃ好きだったら美咲くんでもいいとは思うんですけど、ここでもらえたりですね、ちょっと SSR の最初全員揃ってない段階だったら被ってしまうと、一緒の選手を同じ名前の選手を組み込めないので、ちょっともったいないので、翼くんと美咲くんは、最初は獲得しなくても個人的にはいいのかなと思います。主人公クラスの2人を獲得しなくていいっていう。本当っすよ。とはいえガチャで手に入る翼くんとか美咲くんとか結構大体強いので、手に入ったらもう置き換えるぐらいの感覚でいいとは思います。わかりました。じゃまずは、やっぱ戦いドリームチームといえば結構ガチャというところがあるので。ガチャを引いていく前にミッションとかがもう達成されてたりするので、15個ぐらい達成してるんで、これをちょっとガツッと受け取りましょう。そのコインを集めようとか、その累計系のミッションが最初のログインボーナスを受け取ったことでいろいろと割ってくるんで、じゃあこれを一括受け取りするとまたよりもらえるようになる。おお、15個。はい、ということで108個貯まって、はい、じゃあガチャに行きますか。はい、早速行きます。